ずんだもんさん、私のやってるゲームにアマルガサウルスが登場するんだけど、ここのトゲみたいな部分って何に使っていたの？それ実は驚きの使い道だったのだ。ということで今回はその謎を含めてアマルガサウルスについて解説していくよ。この恐竜の神経極の使い道、意外にも退化してる部分など初めて知るアマルガサウルスの情報などあると思うので、ぜひ最後まで見ていってほしいのだ。それでは早速解説していくよ。まずアマルガサウルスについてざっと知っておきたいから簡単に紹介してくれない？アマルガサウルスは約1億2940万年前から1億2246万年前の白亜紀前期に現在のアルゼンチンに生息していた竜脚類恐竜だよ。1984年に発見されたほぼ完全な化石が発見されて、1991年にアマルガサウルスカザウイとして記載されたのだ。全長は竜脚類としては比較的小型で9メートルから13メートル。最も注目すべき特徴は首から背中にかけて2列に並んだ高いトゲで、ケラチン質の鞘を持つ単独の突起だった可能性もあるが、現在では皮膚を支える構造だったとする説が有力だよ。トゲの用途としては視覚的なディスプレイ、仲間内や捕食者との戦闘、あるいは防御の役割が考えられるんだ。まあここら辺は後でまた詳しく解説していくので待っててね。確かにアマルガサウルスって背中あたりのトゲが特に特徴的な恐竜だよね。ちなみにアマルガサウルス以外にもその特徴の恐竜を知ってる？こんな独特な恐竜が他にもいるの？これも後で紹介させていただくので、今はアマルガサウルスについて詳しく解説していくよ。お願いします。アマルガサウルスは白亜紀前期のバレミアン紀からアプチアン紀にかけて形成されたらアマルガ層で発見された草食性の竜脚類で、同じ環境には少なくとも他に3種の竜脚類が共存していたよ。そのためそれぞれが異なる食料源を利用することで競争を避けていたと考えられているのだ。アマルガサウルスはそこで地上約80センチメートルの高さで中程度の高さの植物を食べているなど、あまり背の高い食べ物を食べておらず、他の竜脚類に比べて首が短く体も小型である点が特徴だよ。そのサイズは全長は9メートルから13メートル、体重は約 2.6 トンから4トン、首の長さは約 2.4 メートルと推定されているのだ。体型は典型的な竜脚類と同じで、長い音首、小さな頭、4本の柱状の足、そして樽型の胴体を持っていましたが、先ほど言ったように首は他の多くの竜脚類よりも短く、これはディクラエオサウルス科に共通する特徴だよ。首が短かったのはディクラエオサウルス科だからなのね。その少しの違いで食性を他の竜脚類と違っているのが本当に興味深いよ。そんなアマルガサウルスの最初の化石は1984年2月にアルゼンチンの古生物学者ホセ・ボナパルトが率いる探検隊のギジェルモ・ルジェにより発見されたよ。この探検はナショナルジオグラフィック協会の支援を受けて1975年に始まったプロジェクト、南米のジュラ紀と白亜紀の陸生脊椎動物の一環で、その8回目の調査中だったんだ。同じ探検ではあの有名な核を持つ重機薬類であるカルノタウルスのほぼ完全な骨格も発見されているよ。話を戻して、このアマルガサウルスのこの骨格は白亜紀前期、具体的にはバレミアン紀からアプチアン初期の約1億3000万年前から1億2000万年前のアマルガ層の堆積岩から出土したのだ。奇跡的にアマルガサウルスの骨格は非常に保存状態が良く、頭骨の一部を含むほぼ完全なものだよ。やっぱりその生き物を知る上で頭の化石ってかなり大事だよね。そう、頭骨とかで大抵はどんな生き物か想像できるわけだし大事だね。だけど竜脚類とはず頭骨の発見が稀であるため、この頭骨はディクラエオサウルス科で2例目なんだ。そもそも化石になる確率が低い上に重要な部位が化石として残る確率なんて確かにめちゃくちゃ低いから本当稀だね。アマルガサウルスという名称は
1991年にレオナルド・サルガドト・ボナパルトがアルゼンチンの学術誌アメギニアナで正式に記載した際にアマルガサウルス・カザウイと命名されたのだ。この属名はアマルガはスペイン語で苦い、サウルスはギリシャ語でトカゲを意味し、発見地であるラ・アマルガ・アロヨに由来しているよ。首相名であるカザウイは1983年にこの地層の重要性をボナパルトのチームに伝え、発見に貢献した地質学者ルイス・カザウにちなんで名付けられたのだ。ルイス・カザウさん、あなたの言っていることは正しかった。そんなルイス・カザウさんが目をつけた地層から発見されたアマルガサウルスはディプロドコイデア類に属する現在8属9種で構成されているディクラエオサウルス科に分類される恐竜と判明したのだ。そのディクラエオサウルス科はアマルガサウルス以外にどんな恐竜がいるの？アマルガサウルス以外にはリンウーロン、ブラキトラケロパン、スーワセア、ディクラエオサウルスなどが含まれるよ。その中にアマルガサウルスも含まれているのだが、ディクラエオサウルスやブラキトラケロパンよりはやや派生的とされているよ。まあそのグループで背中からトゲが飛び出してるのはあんまりいないと思うから派生的なのは納得だね。ディクラエオサウルス科はディプロドクス科での姉妹群であるため、いずれも箱型の吻部と顎の前側に限られた細い歯を持っていたのだ。またディクラエオサウルス科とディプロドクス科は頸椎、頭椎の二股に分かれた神経局を共有しており、特にディクラエオサウルス科ではこの神経局が非常に長く伸び、アマルガサウルスでその特徴が最も顕著に現れているよ。そのアマルガサウルスの極端に細長く二股に分かれた神経局の機能とかを教えてほしいよ。じゃあようやくアマルガサウルスのあの神経局の謎を解説していくよ。まず1991年にサルガドとボナパルトはトゲの形状から捕食者への防御手段である可能性を示唆し、またディスプレイとして求愛や威嚇にも使われたと考えたのだ。その後の復元では2列のトゲが皮膚の方を支えていたという説も登場したんだが、グレゴリー・ポールは1994年にこのトゲが円形断面であることを理由に穂の存在には否定的で、むしろケラチン製の鞘がトゲを覆っていたとし、トゲがさらに長かった可能性を示したんだ。これらのトゲは当時首を動かして武器のように使われたとも考えられており、サルガドはトゲ同士をぶつけて音を出していた可能性も提唱しているよ。一方でチャック・ベイリーは1997年にこのトゲがディメトロドンのような穂を支えていた可能性を示したが、トゲの間隔が狭いため2つの穂があったとは考えにくく、むしろ1枚の皮膚に覆われた構造であった可能性を挙げているのだ。また後半の背部や尾のトゲがパドル状であったことから、ベイリーはアマルガサウルスの腰に肉質のコブが存在していたと推測し、これはバイソンなど原生のコブを持つ動物との類似性を指摘していたんだ。ちなみに彼は同様の仮説をスピノサウルスやオーラノサウルスにも適用しているよ。そして2007年、ダニエラ・シュワルツらはディクラエオサウルス科やディプロドクス科の二股に分かれた神経局が呼吸器系の一部である機能を囲んでいた可能性を示したのだ。特にディクラエオサウルスではこの機能がトゲの間の空間全体に広がっていたが、アマルガサウルスでは株3分の1に限定され、頂部はケラチン質の鞘で覆われていたと考えられたのだ。2016年にはマーク・ハレットとマシユー・ウェデルがアマルガサウルスが首を素早く後ろに引くことでトゲを捕食者に突き刺す防御行動をとっていた可能性を提唱したよ。またトゲはディスプレイ用途にも使われ、オス同士がトゲを絡ませて戦っていた可能性も考えられているんだ。2019年、パブロ・ガリーナらはアマルガサウルスに似たバジャダサウルスを研究し、両者のトゲは捕食者から身を守るための防御機能を持っていたと結論付けたのだ。特にバジャダサウルスではトゲが前方に伸びており、捕食者への抑止力がより高かったとされるよ。また
トゲはケラチン質の鞘で覆われ、これにより長さが 50% ほど延長されるだけでなく、構造的な脆さも補強されていたと考えられるのだ。しかし2022年、イグナシオ・セルダラによる最新の研究では、アマルガサウルスやその近縁種のトゲの骨組織構造の詳細な解析から、トゲはケラチンの鞘ではなく皮膚状の穂で覆われていた可能性が高いとされているんだ。トゲには血管が豊富に存在し、成長の痕跡も見られることから、この補説の信憑性が高まっているよ。要するにどんな感じなの？要するに、今まではケラチンで覆われ攻撃用と多くの人が解釈しているが、2022年の最新研究では皮膚状の穂で覆われていた可能性が高いとされているとされ、血管も豊富に存在したことから、体温調節や静的ディスプレイにも使われたんじゃないかって感じだよ。結構戦いに使ってたイメージがあるから、かなりイメージチェンジが起きた感じがするよ。まあ、あんなトゲトゲしてたら攻撃用かもって一度は思うと思うから仕方がないのだ。気を取り直して、2014年にパウリナ・カラバハルらはアマルガサウルスの頭蓋骨を CT スキャンして、脳空洞の鋳型である頭蓋エンドキャストと内耳の3次元モデルを作成したのだ。その結果、頭蓋エンドキャストの容積は約 94ml から 98ml で、内耳の大きさは高さ 30mm、幅 22mm だったのだ。これは一体どういうことを表してるの？これは要するに、内耳の聴覚に関わる部分であるラゲナが短かったことから、アマルガサウルスの聴覚は他の研究されている竜脚類に比べて劣っていたということを指しているんだ。いろいろアマルガサウルスに初めて知ることが多かったよ。ありがとうございます。今回のアマルガサウルスの解説はいかがでしたでしょうか。この動画で少しでも古代生物に興味を持っていただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。